マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。さあ、懐かしいビューがやってきましたよ。これね、6年前 ?4 年前ちょっとはっきり覚えてないけど、2018年にクロスカブ JA45 をですね、購入いたしまして、間もなくして動画を撮り始めたんですけども、最初の頃はね、このビューで撮ってたんですよ。ネットにつけるっていうことをね、あんまりしてなくて、でなんかこうシフトがね、こうしてんのがこう見えたらいいかなみたいな感じで、このビューでね、撮ってたんですけども、久々ですよね。なんか結構やっぱり、ツーリング動画って、ヘルメットマウントをして、景色がね、こう見えるのもすごくいいけど、これでもね、景色ある程度こう見えてると思うし、で何よりね、こう今かすったけどシフト操作が見えるっていうのがいいじゃないですか。特にね、株のシフトね、どうなってるのって結構皆さん気になってる方もね、多いと思うのでね。それでですね、今日お話しする内容なんですけれども、株のシフトってどうなってて、それでどうやったらうまく乗れるのっていう話をね、軽くしたいと思うんですけども、これね、私は株歴まだ2018年からだから何年になるんですか？6年目かですね。6年目、まだまだビギナーというかねまだまだ小学校1年生ぐらいなんですけど、本当にね、マニアな株のね方もたくさんいらっしゃって、そういう方はね、なんか革命のしゃぶしゃでとかね、なんかこだわりが皆様あると思うので、メカもねめちゃめちゃ詳しい方が多いでしょうし、なのでね、僕が語ることではないかななんて思うんですけど、割とね発信してる方が少ないので、株のこのギアチェンとかそういうところがね、すごくこう不透明、なんかどうなってんのかなっていう疑問をね抱いてる方が非常に多いかなと思います。特にハンター株がこれだけ売れてるから、ハンター株欲しいって思ってる人結構いると思うんだよね。でその人たちが引っかかってるのがこのシフト操作で、ちょっと意味わかんないから、じゃあグロム買おうかなとかモンキー買おうかなとかね、そういうような感じになる方も多いというふうにね聞いています。なので、このロータリーミッションですね、全然もう扱いやすくて素晴らしいシフトなので、仕組みとそれから乗り方をね、ちょっと皆様にお伝えしようかなと思っています。で先ほどからね、乗ってる感じが映ってると思うんですけど、このギアチェンの感じが、まず今見られてる方が、この動画をですね見られてる方が経験者、要するにバイクいつも乗ってますよっていう方だとしてお話をしようかなというふうに思います。通常のバイクのシフトはですね、リターンミッションと言いまして、ちょっと待って、リターンミッションと言いまして、12345とかって上げたら今度は下ろしてくるわけですよね。654321みたいな感じでね。でシフトアップはこのつま先を下にこう入れて、こうガチャガチャってこうガチャガチャってやればシフトアップになるわけだ。でシフトダウンはこのつま先をこう踏むことでシフトダウンをするっていうのが普通の、ごく一般的なリターンミッションですよね。で株はそのリターンミッションの感じで言うと逆シフトになるんですよ。そうです。シフトアップが踏む側ですね。踏む側がシフトアップで、上げる側がシフトダウンになるんです。なのでスポーツシフトって言って、フロントだけのこれ後ろあるじゃない、後ろを使わないでフロントだけにしてる人もたまに見かけますね。本当に逆シフトとしてシフトアップの時は
踏む、シフトダウンの時には書き上げるっていうやり方をしてる方もいます。なのでまずこれが大前提。普通のリターンミッションに当てはめると、下部のロータリーミッションは逆シフトですよというところですね。まずこれが1個目です。そしてですね、もう1個、クラッチですよ。クラッチ。クラッチがないんでございます。ないんですけどもないんですけど、じゃあ本当にないんですかというとですね、あるんですよ面白いよね。これをね、60年以上前にね、ホンダが作ったっていうのがね、ほんとすごいことで、どこにあるかっていうと、今シフト操作したじゃないですか。シフト操作するとクラッチが切れるんですね。要するにスクーターみたいな遠心クラッチと普通のクラッチの機能をこの子は合わせ持ってるわけですよ。でちょっと音が聞こえればいいんですけど、軽くちょっとこう踏んでみましょう。見えるかな、後ろだったら見える。今4速で走ってるんですけど、軽くペダルに触れて踏むとクラッチが切れます。なので回転数が上がります。ちょっと聞いててください。こういうことです。踏んだ瞬間にクラッチが切れ取ります。それで次の段に入ると。ただここのクラッチ、左手のクラッチがないので、なので AT 免許でも乗れますよということになるわけですね。で下部のねシフト操作の動画をいくつか出しているんですけれども、その中でね、本当にもう 4,5 年前に作った、本当無料のソフトで作ったようなね動画が今でもかなり見られてまして、で新たにねバイク経験者向けっていう動画も作ったんですけど、それもねある程度見ていただいていてありがたいなと思うんですけど、そこでもね言ってるんですが、うまく乗るコツとしてね、僕がおすすめしているのがこれです。エアークラッチ。エアークラッチですよ要はクラッチがある感じで運転したらいいんですよ。なので例えば1足入れるじゃないですか。1足入れるときはこう握ってますよね。でガチャって1足入れるじゃないですか。で発進します。半クラいきますよね。半クラスーッと半クラいって、で発進します。で2足3足4足ってシフトダウンするときにクラッチをこう軽く握るじゃないですか。それをですねエアーでやってあげればいいんですよ。ちょっとこうせっかくね止まったんでやってみますね。今1足に入ってます。はい、クラッチ握る。クラッチ離す。半クラ。はい、2足。これエアクラッチだよ。3足4足っていう風にエアークラッチしていけばいいんですよね。でシフトダウンの時も同じですね。普通にブリッピングシフトダウンもできるので、こうファンファンファンっていう感じで、本当にクラッチを握るようにエアークラッチをしながら足操作をしたら、多分バイクを乗られてる方は全員の方が簡単にバイク乗ることができます。このカブちゃんを乗ることができるんですよ。はい、握った。はい、スタート。はい、2足3足4足でブリッピングするときはこんな感じです。はい、もう一回ブリッピング、シュン。もう一回。っていう感じでエアークラッチ操作をしてあげることで、かなりイメージが湧くんじゃないかなと思います。実際はだってね、シフトをガチャって入れるときにさ、クラッチが切れてるわけだから、本当にこういう風にやってないだけでやられてるわけですよ、このシフトでね。じゃあそこまではできましたよと、イメージできましたよと。それでね、うまく乗るコツっていうのがあるんですよ。今ねブリッピングっていう感じで、うまく乗るコツがあって、ここからスタートしますけど、
1速と2速、2速、3速がすごくワイドレシオなのね。だから、バイクで言ったらファン、ファンって、ファーン、バーン、バーンってできないんですよ。一回、クラッチを握ったら、ちょっと間を空けてあげるんです。ちょっとやってみますよ。こういうふうに一足一足の間すごく広いので、シフトをガチャってシフトアップしたら、これ今クラッチ切れてる状態なんで、切れて次のつなぐときに離すときにちょっと間を置いてあげます。こんな感じでシフトアップ、踏む、間を空けるっていう感じに、ちょっと間を空けてあげると、特に1足2足の間、ここでね、間を空けてあげるとうまくつながると思います。下部にはクラッチがありますよと。ただ左手で操作してなくて、シフトを踏んだ瞬間にクラッチが切れていると。で、操作がちょっとよくわからない方は、ペダルを踏んだ瞬間にクラッチが切れてるから、エアークラッチ、発進するときにグッと握って、半クラして、シフトアップ、シフトダウン、シフトダウン、シフトダウンみたいな感じで、エアークラッチをしてあげることで、イメージがすごくつくんじゃないかなと思います。で、さらにうまく乗るコツとしては、ワイドレシオなので、特に1速、2速、2速、3速っていうね、低回転の低速のところでは、シフトを踏んでから離すまでの時間をですね、ちょっと長く取ってあげると。そうするとですね、非常にスムーズなつながりで乗ることができるんじゃないかなというふうに思います。グリッピング、グリッピング。はい、シュン。はい、どうぞ。そしてですね、マサチャンネルから一つ皆様にお願いがございます。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。私はですね、レンタルバイクを借りてですね、バイクのレビューをするのがですね、趣味となっておりますが、1台ですね、借りるのにですね、なんと2万円かかるんでございます。2023年はですね、調子づいて20台も借りてしまってですね、完全に破産しました。なので、ぜひ皆様の熱きチャンネル登録をですね、お願いしてですね、少しでも助けていただけたらなと思っております。それでは、マサチャンネルこれにてバイノリ。